はい、ものの研究をしている横山拓正です。皆さん、お久しぶりです。すみません、動画投稿の頻度っていうのが、私自身が喋る動画の頻度というのが少なくなってしまって、大変申し訳ありませんでした。というのも、ちょっと非常に忙しくて、今年度ですね、特に非常に忙しくてですね、動画を更新する頻度が少なくなってしまいました。ということで、今日簡単なんですけれども、今まで、私自身が何をしていたのか、近況報告、簡単な近況報告と、これからの私の研究活動について簡単に紹介をしていきたいと思います。はい、冒頭でも少し喋ったんですけれども、今年度っていうのはとてもちょっと私自身の研究活動が忙しくてですね、というのも今年度中に、博士課程を修了したい、博士号を取得したいということで、論文の執筆、博士論文の執筆にすごく忙しくて、なかなか YouTube の活動を頻繁にすることができなかったです。申し訳ありませんでした。今年度何をしていたかと言いますと、まず2本の論文ですね、を書いていました。国際誌プリマーテスに2本とも出して、無事アクセプトされたんですけれども、その論文2本を書いていたっていうのと、あとは、年末年始にかけてですね、博士論文を執筆して、それを公聴会が1月20日にあったんですけども、公聴会で発表して、無事に、大変だったんですけれども、無事に1月25日に私の博士論文が、京都大学の方で承認されたということで、今年度中に博士号ですね、PhD と言われるものを取得する、学位取得することができました。本当に関係者の皆様、ありがとうございました。非常に大変でした。ものすごい大変でした。ちょっと未だにちょっと顔が疲れててですね、ちょっと見ても分かるように、ちょっと目がちょっとおかしいんですけども、どれくらい疲れたかっていうと、ちょっとその期間で5キロぐらい痩せるほどもうストレスで大変だったんですけども、博士論文の修正にたくさんの方関わっていただいて、良い博士論文が書けたと思います。本当にありがとうございました。無事に学位が取得できた、PhD 取得できたということで、とてもありがたい。とても嬉しい思いでいっぱいです。一段落して、私自身も今、すごくほっとしている状態です。私自身は2018年からボノモの研究をして、今の大学、京都大学に所属して、ボノモの研究をしていたんですけども、ようやく2023年の3月に卒業できて、学位が取得できたということで、非常に長い間、ボノモの研究に携わっていて、大変だったんですけど、非常に面白い時間、楽しい時間を過ごさせていただきました。この5年間ですよね、2018年から2023年なので、5年間だと思うんですけども、この5年間についてもちょっと振り返る時間を作って、また YouTube でその振り返り動画っていうのも撮影したいとは思ってるんですけども、その動画についてはちょっと話し出すとすごく長くなる。本当に語り出すとものすごい中身の詰まった5年間だったので、もちろん楽しいこともあったんですけども、非常に辛い時期もありまして、例えばコロナで現地に行けないワンバ、コンゴ民主共和国に行けずにボノも観察できなくてデータも取れないという非常に苦しい時期もあったんですけども、今蓋を開けてみれば無事に学位が取得できたので、本当に安心をしています。でこの2018年から2023年の私の活動の、まとめの動画っていうのはまた後日できたらな、出せたらなと思います。はい、そしてですね、私の今後の活動、研究活動についてなんですけれども、本音を言えば、正直研究活動を続けるかどうかっていうのは非常に迷っていた時期もありました。でもちろん民間の就職活動も行って、内定もいただいてたところはあったんですけれども、最後の最後にやはり研究を続けたいという気持ちが強くなったので、今後も研究を続けていきます。で今後の2023年4月1日からの私のポジションというのは、もちろん京都大学を卒業するので、京都大学の所属ではなくなるんですけれども、今後は、日本学術振興会特別研究員 PD、ポスドク、いわゆるポスドクというポジションですね。学進 PD というポジションなんですけども、そちらに無事に運よく採用されたので、今後はそちらの所属になります。受け入れの、機関というものが、杉山女学園大学に変わります。愛知県ですね。愛知県の杉山女学園大学に変わります。結構その日本学術振興会特別研究員っていうものがどういう
なのか、ポストなのかってわからない方も多いとは思うんですけれども、今後、まだ3年間という短い期間になってしまうんですけども、今後3年間、向こう3年間はそちらに所属して、受け入れ先が杉山女学園なので、そちらで、受け入れ先としてボノボの研究を続けていきたいと思います。また、ボノボの研究だけではなく、これまでは生物学の動物行動学、生物学の中心にやってきたんですけれども、もうちょっと人類学ですね、地域研究であったりとか、あとはボノボの保護活動ですね、コンサベーション活動というものに焦点を当てて、ボノボのことと同時に、現地の人たちとボノボの関わりについて研究をしていけたらなと思います。また、そのような研究活動、私自身の研究活動の内容というのも記録にとって、この YouTube で流せていけたらなと思います。はい、簡単な報告だったんですけども、私の近況報告とこれからの研究活動、YouTube 活動についてのお話でした。いろいろまだまだ話し足りないこともたくさんあるんですけども、とりあえずは今回はこのような簡単な説明にさせていただきます。これまでこのように私自身が顔を出して YouTube で話す機会というのが減っていたんですけれども、今後は私自身に自由な時間ができることが多くなってくるので、今後はこの YouTube をもっと発展させていけたらなと思います。もちろんボノボの研究だけじゃなくて、チンパンジーであったりゴリラであったりとか、研究者もですね、私だけではなくて、もっと多くの若手の研究者であったりとか、もっと上の素晴らしい研究者の方たちの知恵だったりとか知識っていうものもご協力もお借りして、またこの YouTube 自体を大きくさせていけたらなと思っていますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら遠慮なく声をかけてください。私自身も遠慮なく私自身が気になる方にぜひ声をかけさせていただきたいと思っております。もっとこの YouTube 楽しいものに盛り上げていきたいと思っております。